行ってきます。こんな感じになります。いただきます。スイッチオン。これはね、国産栗で、今使ってるのは熊本の栗です。国産栗なんだけども、その時の一番いい状態で提供できるものを選んで作ってます。でこれにちょっとお水を足して柔らかくします。そうなの。はい、こんな感じになりますね。これを絞りやすいようにグラムを分けていきます。モンブランマシンで絞った時にここに空気が入っていると、その空気でうまく絞れないので、成形をしながら中の空気をしっかり抜いてきます。小さいお団子の人のようにこれがあぐりのモンブランの元になります。こちらは宇治抹茶のあんこです。よいしょと。これがさっきの栗のお水の代わりに少し絹糸クリームを柔らかくしてくれる効果があって上手に絞れるんですよ。混ざった感じになってきました。抹茶の苦みと栗の奥深い甘みが合わさって最高に美味しいです。でここでまたさっきと同じようにお団子を作っていきます。いつもは一発でできるのにちょっと緊張して全然感じてなかった。はい、贅沢抹茶が出来上がりました。じゃあこれで抹茶がおしまいです。これだけではモンブランを絞るほどの柔らかさとかがないので、ここに紫芋のあんこを追加していきます。すいません。ちょっと柔らかいんでこれが紫芋でございます。いい色。はい、栗のトッピングもね。これは柔らかいのでちょっと小さく切って、うちの干し芋は紅はるか、めちゃくちゃ美味しい。ここをガムシロの中に入れて
ツヤが出るのと、ちょっとくっついちゃうんでこう。今日は干し芋は食べれませんっていうぐらい食べたね。毎日ね。紫芋も栗もだけど、もう最初に作る時は何日もかけて探したね。これがですね、白あんの大福です。よくお団子っていうと白玉団子と思われる方がいるんですけど、中に白あんが入っていて、全然白玉団子よりも柔らかくて美味しいんですよ。これがうちのお団子の中身です。自動販売機で販売をするので、下にホイップをたっぷり入れないと剥がれちゃうといけないんで、結構ちょっと多めに入れてあります。こんな感じで4つ入れます。はい。出てこない。ここで作るか。あー、香りが速攻でくる。そうなんですよ。もう絞ると栗の匂いが溢れてくる感じで。はい、こちらが一品紫芋ですね。じゃあ最後に抹茶を作ります。はい、こちらが贅沢抹茶です。はい。はい。もう蓋をして出してます。大体30分ぐらいすると遅れるようになります。はい。じゃあ次はモンブランアイスを作っていきます。さっきの細かいやつです。そう崩れた。そう今までは正直破棄してたんですけど、冷凍のアイスを作ることによって、大事に使えるようになったという。そうするとこうアイスと絹糸クリームが3層になって、どこを食べても美味しく召し上がっていただける。中に栗が入ってたら嬉しいとか、そういう言葉をいただいて、じゃあ3層にしようっていうことで、これもやっぱりお客様に教えていただいて出来上がった完成形です。とここにこのソフトクリームには秘密があって、あえてあっさりしたものを選んでて、その分他のこう紫芋とか栗の味がよくわかるんですね。毎日作ってますけど、毎日美味しそうだなとか思って
結構工程がたくさんあって大変なんですけど、でもやっぱり皆さんがこう美味しく食べてくれるということを考えながら一個ずつ作っていきます。はい。急速冷凍庫に入れて、これで30分で完成です。アミューズとして参入したい。今日も最後までよろしく。入れて、じゃあ看板次に行きます。じゃあ今日はですね、いつもはこのゆうちゃんとはるちゃんのイラストを前に出すんですけども、今日はここを人がいっぱい通るのでこの作戦でいきます。よくない？いいと思います。いいでしょう。出来たてが一番美味しいんですけど、やっぱりお家にいる家族の人に食べさせてあげたいとか、ちょっと今お腹がいっぱいで食べれないっていう時にお持ち帰りも準備してあるので、サンプルでございます。そしてなんとこれは中身はこんな感じになってますって教えてあげれるように。
うちのモンブランって説明しないとわからないでしょ。たこ焼きとか焼きそばとかクレープとかは別に説明しなくてもお客さんはわかるんだけど、うちのモンブランは説明しないとわからない商品だからこそ、わからないところをわかりやすくするように日々努力をしております皆さん話してエンジンかけます。今日お客さんがこっちなんで。ああじゃあ行ってきますこれでいいかい最高です。真ん中は中が白あんの大福のお団子になってるんですよ。これ食べたいと思ってる。嬉しい。広告がポストに入ったんですよ。それで見た時にモンブランがあってどうしても食べたいなと思って来ましたこちらが高級和牛のキネイトモンブランタートです。じゃあこちらトッピングして仕上げますね。ありがとうございました。ありがとうございます。えいよかったら出店してよ。可愛い。滑りやすいのでお気をつけてお持ちください。どうもありがとうございました。すぐ召し上がりますか？お持ち帰りされますか？はい、こんな感じになります。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。お二つお持ち帰り。はい。はい、こんな感じになります。トッピングして仕上げますね。岩倉にあるじゃないですか。はい。泊まってるのは知っててもともとでもやってるのかなどうなんだろうってずーっと気にはなっててね、一回食べてみたいなと思ってて念願。白あんの大福のお団子があって、レギュラーサイズは中身こんな感じでお団子が4つ入ってます。こちらが高級和栗のキネイトモンブランのミニ団子になります。トッピングして仕上げますね。はい、大変お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。はい、皆さんの分のスプーンもお持ちくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれちょっと飲んでみてください。これだなこうだな。
って言ってずーっと気になってた。やっと来れました。こんな感じになります。すごい。はい、こんな感じになります。いただきます。私の子供の名前がゆうちゃんとはるちゃんで、孫ですわ、私の親子なんで、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆうたはるです。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいですか。よかったです。すいません。ありがとうございます。あれ、これでしょう。ありがとうございます。こちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、まあ、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、そう単純にね、お子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で、今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、まあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくならまあ若いうちにね、やれることはやろうみたいな感覚で、まあいつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。そう、基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね。差別化じゃないですけど、生クリームなしでやってます、大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね、穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？グルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。クリームを10種類くらいやってると、全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。といった感じで。いつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。
れが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあ、なんとかするんで。今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというとわかりますかね。はい。そう、あれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ。で、これでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わりますね。ベースは一緒なんですけど、結構ね、風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですか？在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。倍とまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしといて、で次の営業の時に持っていけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから。猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。あ、おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれましたまた。早いですわ。これでいかがでしょう。いきますよ。今日いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですね。どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながら、ただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。
ようございます。どうも。車通るので静かに。これで中がついたはずです。じゃあ撮ろう。ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい置いといて。ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって、物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね。生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので。2つだけ最初なんで試し焼きです。でこれで完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、
こちらお持ち帰り用ですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかったので、スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうのでこれも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター1つ。はい、メープルは2つで。電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、そのままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。いちごですね。初めてですか？初めてです。匂いにつられてる。ね、今日もおやつにしようかなって。はい、ありがとうございます。じゃあ1つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので少々お待ちください。お待たせしました。ごめんなさい。ありがとう。
お待たせいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。いつも狙ってて、ダメだったんですよ。だからね、今日は絶対と思って。失礼いたします。すいません。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね、名前をつけました。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思ってお腹いっぱいです。はい、満腹です。レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。これは嫁の知り合いの画家さんと一緒に自分らで描きました。はい、お願いします。はい。じゃあやりますね。本当は泡立て器ね、これやったらちょっとしんどいですけどね、いつもこれでやってます。はい。慣れましたか、こうやって取られるの。最初はなんかすごい緊張して焼いたりとかするときなんか手ブルブルそう手ブルブルとかします。主人はね慣れてるんですよね、テレビ慣れっていうか。あ、そうなんですか。向こうだんじりでよう芸人さんがねよう着るんですよ。私はもう言われるがままにねそのまま喋ってるんですけど、主人はねうまいんですよ。私はやっぱ緊張します。一応こんな感じです。はい、これでできました。バナナすごい使うね。
7色のおかちゃいまりは8本はいるね。高いですけど、うちはいちごの時期が終わってもずっといちごを使ってます。夏は農家さんに直接送ってもらってるんで。はい。はい、これでいちご。これね、いつもバイトの子が書いてくれるんですけどね。よその地方やったら、ここに何々県からご来店いただきって書くんですよ。はい、これが結構持って帰る方多いですね。じゃあもうこんだけやったらいけるけど。7と1号お願いします。すごいですね、高さ。7色なんで4段になるんですよ。お客さんが食べた時にそこも詰まってるようにね。シェアバルなんですけど、中に4段入ってるっていう。一番大変なところなんで。はい。めっちゃ重そうですね。はい、結構重たいです。ここからまた乗せていきます。ホイップでね、一回全部隠すんですよ。これちょっとね、その上からやっていくんで。
嫁の試食を食べてる最中にさすがに朝昼晩と食べてたんで甘いのしんどくなってきたんでソースを変えてみようという実体験から一番合ったのが練乳でした甘いに甘いが一番合いました。僕は練乳が一番おすすめですもともとはここ祭りの部屋、祭りのシーズンが終わってから全部カーテンで商品隠して部屋にさせたんですよ。スタッフでみんな読むんですよ。今日こういう風に書いてくれてるねとかね、すごい楽しく読ませていただいてるんで。これは抹茶のケーキ。これは目になるとこで。お願いします。2つのクレープです。はい、どうぞ。私は今主人の名前書きました。もし告白する際はここにこうやってね、メガ盛りこうちょっと紙が綺麗にしますね。ちょっと今回急遽ハッピーバレンタイン。
普通のサイズでも他のとこはねこれだけになってるけど、うちはこっからまだ乗せるんで。最初で聞いた時に切ってインスタとか見てたらなんか大阪のグレープ特集とかでここなってて、わすごいと思って、すごい人気になってると思って、自分の見たところがすごいと思って。3人は初めてで、この人だけあ、そうなんですね。2ヶ月連続で。あ、2ヶ月連続で。すごい。じゃあ食べれる自信全然ある。あ、じゃあこっちからください。できました。後で生地1枚ください。大変お待たせしました。終わりになります。全然楽勝っすよ、こんなもん。楽の勝っすよ。うまいっすよね。デラウメーガーや。なんでこんな名古屋弁出すね。いやいや、言わんでいいよ。そうそうそう。楽しい。はい。12番です。12番ね。大きいね。いくよ。あ、もうしよう。はいはいはい取って。前一回来たんですけど、時間営業前だったんかな。あ、そうなんですね。平日に来て。じゃあ今日リベンジですね。最高です。最高ですね。クリーム好きにはたまらんす。はい。じゃあ。お待たせしましたすげえ。どうぞ。ありがとうございます。すげえ。めっちゃ重いっす。無限に生クリームが出てくる。スプーンですくっても見える先生クリームなんよ。素晴らしい。すごいね。すごいね。やったぜ。お腹の具合はどうですか。お腹いっぱいです。はい、満腹です。まあまあです。ありがとうございます。めっちゃおしゃんミニコーヒー。おしゃん。寒いし温まるわ。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思って。インパクトすごいですよね。そう。やのにそれを頼まずに普通のを頼むって。
クレープを見て幸せな気持ちになっていただけたらなっていう心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。結婚したと同時にこのレインボーができました。はい。隣は僕が一応やってまして、横は嫁なんですけど、横の時は僕は従業員として買い出しからいろいろ外の用事までやっております。幅広く。反対にその主人がだんじりの忙しい時は私がだんじりの方をねお手伝いさせていただいて、レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
おはようございます。はい。どっち青でいきますか。から
桃の次はぶどう系と、あとイチジクですね。イチジク、そうですね、もう少し。いやいや、でも意外。
すいません。それだけじゃない。早ければ3度。牡蠣のさ、だし醤油みたいなやつがあるね。甘い醤油だから。名前が魂のシュークリームっていうんですけど、名前の由来っていうのが、カスタードを作るのにとても大変な作業で、もう皆さんが魂を込めてカスタードを作ってるっていうところから魂のシュークリームっていう名前になりまして、いつの間にか、一番のヒット商品になりまして、おかげさまでよく売れております。こ
メロンってちょっとある。全部使い切っちゃいます。必要でしょうか。
っていうのが、最近ね、1時半ぐらいには入ってないです。20ちょうどです。3秒じゃ3割の方は
アルコール類やマーガリンと着色料とか、そういうのを一切使わずにケーキを作っておりまして、妊婦さんとかお子様いろんな方に召し上がって安心して召し上がっていただけるようには心がけております。店作りにしても一応バリアフリーだったり自動ドアだったり車椅子やベビーカーも安心して入れるようには、心がけています。これから秋に向けてだんだん桃が冒頭に変わったり、あとはブドウですね、マスカットや巨峰、ピオーネになったり、あとはかぼちゃ、栗、芋、この秋の、味覚たちが賑やかになると思うんですけど、冬に向かってはもういちごとチョコレートがメインになってきますね。なので1年通して結構いろんな種類の、ケーキを作ってますので、秋が来ないようには心がけております。金融機関というか、銀行系の会社でした。食べるのも好きだし作るのも好きだったので、やってみたいことだったので挑戦してみようと思って一大決心をしました。
長時間焼くことで表面をカリッとさせてちょっとしけにくい状態で出したいなとは思ってるんですけれども、上にアーモンドが乗っててちょっとカリカリするのがポイントです。シュークリームは毎月出されてますか？あ、そうですね。シュークリームは一応出せるときはほとんど毎日出してるんですけれども、たまに出せない時もあるので、結構連絡してくださる方も多いですね。シュークリームが欲しい時とか。サラサラになるまで欲しいな。いろんなフルーツでやってるんですけど、今日はシャインマスカットにしました。季節限定なんですかね？そうですね。時期のフルーツを使ってます。なかなか大手じゃないので、いちごが夏が手に入りにくくて、季節のもので旬の味を楽しんでいただけたらと思ってます。マスカルポーネがチーズなんですけど、チーズの味がすごい出るわけじゃなくて、コクがあるのにあっさりした後味っていうのがすごく好きで、生クリームだけだとちょっと飽きちゃうんですけど、それが結構最後まで飽きずに食べられるっていうのが好きで作ってます。交互に乗ってて可愛いですね。ちょっと交互の方が均等に食べられそうでいいかなと思ってます。
毎月メニューって違うじゃないですか。はい、大変じゃないですか。そんなにショーケースが広くないので、なんかこう回転させていろいろ作ってる感じですかね。旬のものをなるべく食べていただきたいと思っています。こういう紙の型を作ってやっちゃいます。型いらずなんで、何の大きさでも焼けます。開きやすいので、ちょっとクリームで溝を埋めてます。
ルカトリエ、店名の由来は何ですか？よくなんかリエさんですかって言われるんですけどそうではなくて、ガトーとアトリエの造語になります。他にない名前が良かったのでネットで調べて、どっか聞いたことあるんだけれども他にない店名を探してつけました。卵黄を入れて湯煎で炊きます。
塗ります。シロップを使って煮立てます。ペラの特徴はコーヒーの良い香りと、あとはチョコレートの組み合わせの楽しみを味わっていただきたいなって思ってます。冷やします。
じゃあこれです。スイートチョコレートなんですけど、半分ぐらいちょっと溶かしておきます。
字が載ります。なんか趣味とかってあったりするんですか？趣味はゴルフです。練習には行きます。打ちっぱなしには行きます。これは、あれと爽快感ですね。気持ちがいいです。結構もう打つのが好きです。終わった後はさすがに疲れちゃっていけないんですけど、休みの日には行きます。前職何されてたんでしたっけ？金融機関というか、銀行系の会社でした。卒業してからすぐに就職したのがそこになってて、9年半ぐらい働いたんですけど、働きながら製菓学校に通うようになって、そこから本格的にやりたくなってしまいまして、辞めることにしました。でもともと甘いものもすごい大好きで、お菓子作りにやっぱり夢中になってしまって、食べるのも好きだし作るのも好きだったので、たくさんの方に食べてもらいたいなっていうのもあって、自分でやってみたいっていう気持ちも強かったので、どこかいいお店があればなと思って探していました。やっぱり辞める時はこの先どうなるかっていう不安もありましたけど、でもやってみたいことだったので挑戦してみようと思って一大決心をしました。私になってどうですか？楽しいですね。お客様と話したりとかするのも好きですし、作ることも好きなので、作ったもので喜んでいただけるのがすごくやりがいにつながっています。ありがとうございました。牛乳にうちは少しだけ砂糖を入れてますけど、そこに秘密の粉って入ってきますね。スーパーバイオレットで落ち着きました。こう味も美味しいというところで。最初はちょこっと入れて。もう火力はマックスでやっております。夏場は結構暑いんですけどね。結構ブクブクしてるんですけど、味が甘いので。
コレートの濃厚なムースとベリーのソースが入ってて、下がチョコレートのスポンジになってます。いちごの濃縮果汁みたいなのを入れてるので、もう味もいちごになってます。フォーチュンの幸運という意味を込めて、食べた人が幸運が訪れますように意味合いを込めております。最初僕適当に入れちゃう派なので、後で10時ギリギリになってこう場所をここれが中の用とこっちが上に飾る用でみたいな。新卒でこうお菓子屋さんに入って2、3年目の時に自分のお店持ちたいなと思って、でちょうどその頃にコロナのタイミングがあったので自宅にいることがあったので、その時にお店オープンするためには何が必要かってちょうど考える時間があったので、こう明確な自分のビジョンとこう計画を立てて、そのために必要なこうことを揃えていったみたいなところで、オンライン販売を僕は焼き菓子のオンライン販売をしていて、それがありがたいことに好調だったので、26歳で独立という形で。8等分が僕すごい苦手でした。こういった本当チャンネルとかすごいだいたい1時間ぐらいかけて焼き上げます。
再生数伸びのいいこんな感じで。板のやつ取ってみます。このメロンくり抜いた、あんま溜まってないですけど、こういう汁とか集めて使ってます。お菓子の専門学校入っても好きなことをずっとやれるっていう環境が好きすぎて、やっぱり自分ってお菓子作りがすごい好きなんだなって思って、もっとやっていたいっていうのがあって、もうどんどんお菓子のことを学びたいっていうのがあって、先輩とかの飲み会に誘われても行かなかったっていうちょっと生意気なところもあったんですけど、遊びっていうよりお菓子作りが好きだなって思って、どんどんやっていきたいなって、やってやろうってこう思ってたので、あんまり遊んでなかったです。タルトもちょっとお花を意識してます。丸を積み重ねていって。結構でも来てるね。嬉しい。
オレンジの方がなくなっちゃあ、大丈夫。緑だけで。寿ロールと言ってまして、ここが寿町っていうところにあるっていうのもあるんですけど、おめでたいものなので、寿がそういうおめでたいことに使っていただけたらいいなという思いも込めて寿ロールという名前にしております。まあその日空いてたらっていう感じ。大丈夫。
冷凍の下からさ、いちごピューレとこれで。まあ、なかったら泡の感じとかも全然変わってくるから OK みたいな。ちょっと一回お客さん受けます。すいません。お待たせいたしました。ありがとうございます。またお待ちしております。っていう感じでいろいろやりながら仕込むみたいな感じの日々です。一人だと大変ですね。大変ですねと言っちゃうとなんかあれですけども、自分で選んだ道なので。最初はある程度流した後は調節というか、ちょっと焼きムラを減らすために180度で焼いてるので、すごいもう軍手がめちゃめちゃ熱くて。こんな感じで。なんかもしこうやって結構日々バタバタしているような感じです。いちごのピューレ単体よりもちょこっとフランボワーズを入れると色気のある味になります。
下がチョコレートの濃厚なムースで、上がベリーのソースみたいな感じになっております。全然はい、大丈夫です。はい。前回おすすめしてもらった抹茶のティラミスを迷ってて、シュークリームもおすすめされてたので、今2個食べるか1個食べるかで迷ってます。ありがとうございます。結局2個だったんですね。結局2個にしちゃいました。味どうですか？美味しいです。美味しい。ありがとうございます。またお待ちしております。